皆さんこんにちは。別館すみチャンネルへようこそ。今回の別館すみチャンネルは日本を飛び出して海外へ行きます。ここはですね、成田空港第2ターミナルなんですけれども、どこへ行くかというとですね、向かう先は香港です。キャセイパシフィックで向かうんですけれども、この機会でですね、荷物のタグを発行して、そしてですね、こちらで預きました。出発までですね、まだ時間がありましたので、クレジットカード会社のラウンジで過ごしました。こちらですね、第2ターミナル本館の4階にあります。結構広々してるんですね。初めて入ってみたんですけども、結構のんびり過ごすことができました。で、こちらまあですね、保安検査通る前のとこなので、時間についてはですね、気をつけてもらいたいですね。保安検査並んじゃってたりすると大変だと思いますので、そこだけ気をつければいいと思います。で、今回はですね、キャセイパシフィック航空の CX505 に、乗ることになりました。座席の広さとか乗り心地はですね、申し分なかったですね。LCC とかも考えてたんですけども、こっちにしてよかったなと、これ乗ってみるとそんな風に思いましたね。で、使用の用途合ってるかわからないんですけれども、ここにスマホを置くことができて、それはちょっとですね、助かりましたね。どこ行ったとか考えなくて済むの良かったです。では、5時間弱のフライトへ出発です。こちら娘のチャイルドミールなんですけれども、割とですね、飛び立ってすぐにですね、確認をしに来てくれましたね。チャイルドミールでいいですよねって感じで来てくれました。で、大人たちのよりも先にこう出してくれるっていう、そういう気遣いもしていただきましたね。これはうちだけじゃないわけなんですけどね。今回なぜ香港かと言いますと、姉の家族が今住んでいるんですね。それまでロンドンやサンディエゴにいて、3年前から香港に住んでいます。香港はですね、日本からも近いということで、今回思い切って行ってきました。姉の家に宿泊していたので、ホテルのご紹介はないのですが、食事や観光しているところを動画にしていますので、ぜひご参考にしていただけたらと思います。香港は基本的にはクレカで対応できるところが多いんですけれども、タクシーは現金のみとなっています。それとですね、タクシーの運転は結構激しめと聞いていたんですけど、まさにそこすごかったですね。ここからがですね、夜が明けて、香港でのデイ1としてスタートしていこうと思います。香港の、ローカルな朝食をとるということでですね、ジョーダンというところに来ております。で、ここのですね、オーストラリアデイリーカンパニーという、ちょっとこれちょっと読み方はわからないんですけど、そこのですね、マカロニを使ったですね、食事があって、それはとても美味しかったんですね。ちょっと、ご覧いただきたいと思います。店内はですね、もうガヤガヤざわざわしているような感じですね。で、なんかもう、香港って感じがなんかしましたね。で、今こちらですね、メニューなんですけれども、英語表記のメニューもありますので、店員さんにですね、言ってみると出してくれると思います。こちらがですね、決して派手ではないんですけれども、塩味がかった感じのスープにマカロニが入っていて、すごい美味しかったですね。で、あとこのスクランブルエッグもですね、結構塩味を効かせてる感じで、あとトーストとすごい合うんですよ。で、結構挟んで食べたりとかしてましたね。あと、香港はどこに行ってもですね、このミルクティーが本当美味しかったですね。で、こちらが卵プリンと牛乳プリンが有名なんですけども、それも美味しくいただきました。で、少し散歩してみたんですけれども、やっぱ香港って狭いだけあって高い建物が多くなってきますよね。でもこの雰囲気によっても香港に来てるんだななんて、そんな風に思わせてくれましたね。で、この竹がですね、工事で足場として使われてるみたいなんですけども、結構こういう光景よく見たんですね。で、見てもらうと分かるんですけど、こんな高いところまでやってるのかすごいなと思ったら、この後もっとすごいですよ。なんじゃこれですよね。これも竹でやってるんですよ。こんなのもすごすぎますよね。香港はですね、結構同じカテゴリーのお店がですね、軒を連ねるような感じになってましたね。今これはキッチン周りのものですよね、を売ってるお店なんですけど、こういう風にですね、結構まとまっているんですよ。だから競合がもうすぐ隣にいるとかまとまってると結構すごいですよね。これも文化の一つなんだろうなって、そんな風に思いますね。そしてこのロンドンバス結構見ましたし、実際に何回も乗りましたね。なので香港に行くことがあればきっとお世話になることも多いんだと思います。ルートは決まっているけれども、バス停も一応あるんだけども、自分で手を挙げて降りますというと止めてくれるそうです。
そうだ、言えるタイミングのところで先に言っておきます。香港はですね、結構お客さんが使えるトイレっていうのが少なかったりします。レストランによっては小さいところはなかったりもするし、あっても汚かったり、和式みたいな感じだったりするんですね。なので、ショッピングモールとか結構多いので、そういうところで行く、そういう風にした方がいいのかなという風に思います。なので、日本のようにですね、コンビニで借りられるとか、そういう風にはですね、あんまり思わない方がいいと思います。これはですね、果物市場なんですけれども、香港はですね、基本的には輸入に頼っているということで、自給自足ってことがあんまりないということなので、こちらの市場もですね、結構日本の果物が多くありましたね。なんかこう誇らしく思えた瞬間でもありましたし、こんなとこで長野とか山形とかそういう文字を見ることあるんだなんていうふうにね、ついつい思いました。そしてですね、元と香港ドルはほぼ一緒と思っていただいていいと思うんですね。若干違うんですけども。で、私たちが行った時はだいたい香港ドルが19円だったので、20円として見ていただければだいたいいくらかっていうのは分かっていただけるかと思います。ここはですね、タクシーで移動してきたんですけども、とあるビルのとこなんですね。なんかちょっと、ここどんなところに来たんだろうって思ってましたら、こういうですね、陶磁器売ってるお店だったんですね。お店の名前は字幕の通りなんですけれども、ペニンシュラホテルの客室で使われている食器と同じ蔵の食器が手頃に購入できることで有名なお店です。ただもうこの積み方とかすごいですよね。香港は地震がないというところだからこういう風に配置できるんだと思うんですけども、日本じゃまず無理ですよね。そしてここはですね、カオルンベイにあるお店です。読み方はよくわかりません。こちらのお店もですね、ガヤガヤしてるそんな感じでした。で、相席は当たり前ということですので、そこは、意識しておいた方がいいと思います。このお店はですね、地元民の食堂みたいなそんな感じのところでしたね。こちらの料理の名前わからないんですけども、ビーフのブリスケットの、食事ですね。これがとても美味しかったんですね。お肉脂身もあるし、もうお肉自体結構柔らかかったんですよね。これはね、ご飯にワンピよく合う、そんな風に思いました。さて、ここからはですね、観光の方になるんですけども、チムサーチョイにある K11 ミュージアです。で、こちらはですね、ショッピングモールなんですけれども、中にはね、特に入らず、1店舗だけこちらのフォートナウメイソンだけ行きました。そしてですね、この後に、ビクトリアハーバーを望む、アベニュー・オブ・スターズに行ってきました。すぐそばなんですけどね。こっち側がビクトリアハーバー。これ説明はあれだからいいの。海の向こうが香港アイランド、香港島で、ここはビクトリアハーバーっていう港ね。こちら側がカオルンサイド、9の竜って書いて9カオルンサイドで半島になってて、この先この辺のエリアは、チムサーチョイっていうエリア。オッケー、ありがとう。
アベニュー・オブ・スターズを抜けてですね、少し行ったところにペニンシュラホテルがあるんですね。すごい立派ですよね。でこちらはですね、右側見てみるとですね、そごうがあったんですね。涼しい。ほら。こちらはですね、香港で昔からあるアイスクリームトラックなんですけれども、もうですね、十数台しかないそうですね。シンプルですけども非常に美味しかったですね。はい、その後ですね、一度家に帰ってからですね、夕方になるまで待って、これからですね、ビクトリアピークの方に行きます。100万ドルの夜景を見に行きます。タクシー降りてからそうだな、結構歩きましたね。10分くらい歩いてるんじゃないかなって思いますね。うわ、なんじゃこれ。ビクトリアピーク行った後は、夕食を取るためにモンコックを訪れています。右側のはアワビを使った料理なんですけれども、この時特別に用意してもらったものなので普段はないようです。で全体的にちょっと名前がわからないんですけれども、こちらはですね、これ牡蠣を使ったかき揚げみたいな、そんな感じでしたね。でこちらも牡蠣を使ったなんかスープです。でこれがデザート感覚で食べたんですけども、生姜の味がしてとても美味しかったですね。甘いです。夕食を終えた後はですね、スニーカーストリートを通って、こちらですね、ノイヤン街というところに来ました。
ここは女性や子供向けの小物や雑貨が多く取り揃えてあったりですね、あとは中国本土から来たですね、高級ブランド品の偽物があったりもするところですね。で、こちらガイドブックにも載っているところです。はい、この後は帰りましたので、香港の Day1 はここまでで終了です。香港 Day2 の朝食はですね、ヤムチャのお店に行きます。ここでもですね、タクシーを使って、ションワンというところに来ております。ヤムチャの老舗店ですね。ものすごく人気なお店だっていうのがここ見ても分かりますよね。こんだけ人いるんですよ。もちろん相席ですよ。そして驚いたのがですね、こうやってですね、お湯とかお茶でですね、お椀洗うんですよね。これびっくりしましたね。ここのお店の様子をですね、最初ちょっと出しましたけれども、エレベーター上がってすぐ目の前にこういうその人がいっぱいわーっている景色になってしまうんですけども、そこはですね、臆することなく入ってですね、基本的にはもう指さしてこれこれってやって、伝票を渡してですね、ハンコをしてもらうっていうだけなので、一瞬わーって思うかもしれないけど、そこはもう勇気持って敷きついちゃえば、あとは大丈夫だと思います。お茶が空になったり足してほしいと思ったらですね、半分開けておけばですね、お茶を入れてくれるようになっています。ヤムチャのお店へ行った後ですね、メイの習い事を見学しに来ました。それでですね、大体4時間くらいですかね、過ぎたところで、今度はですね、麺のお店に向かっているところですね、昼食なんですけども、こちらはですね、ティンハウというところで、エグジット A のところからすぐにあります。お店自体ですね、あまり広くはないんですけれども、これ結構人入ってますよね。で、実際ですね、私たちもどれくらいかな、20分、30分くらいから並びました。で、こちらはですね、ミシュランの、ビブグルマンというものに選ばれているんですね。コスパがいいお店っていうところですね。コスパが良くて美味しいお店で、いつも選ばれております。これよく見てみましたらね、日本語の表記があるんですよね。これ分かりやすくていいですよね。このチンタンの透明スープいいですよね。で、この麺がですね、これ香港麺っていうのかな、これ僕ね、すごい美味しかったですね。で、妻はこちらのですね、米粉の方のうどんみたいな、そういう麺の方が好きだったそうなので、一杯ずつ頼んだんですけれども、喧嘩することなくですね、それぞれがそれぞれを食べることができてよかったなと思います。で、このワンタンがですね、結構、こっちの方のワンタンって中に、エビとか入ったりとかいろいろあるんですけども、結構日本のと同じような感じだったので、すごく良かったです。嬉しかったです。はい、で、ちょっと辛くしてみたんです。その後さらにですね、味変でですね、カレーソースで入れました。これがまた美味しかったです。こ
ここで一つ驚いたことを話させてもらうと思うんですけれども、香港にはですね、メイド文化があるんですね。私の姉の家にもですね、メイドさんがいたら使う部屋がありました。で、姉家族はですね、メイドさんに取っていないんですけれども、なのでそこはね、物置になっているんですが、部屋がとても狭く小さくてびっくりしたんですね。で、隣のお家のメイドさんからですね、よく、メイドやっておらないでよくやっていけるわねと驚かれるそうなんですけれども、なぜこの話をしたかというと、この日、時折ですね、香港の人ではないアジア系の女性をよく見かけたんですね。で、なんでこんな風に集まっているのかなって疑問に思っていたら、週1日とかの休みをですね、一緒にこう過ごしてたりするらしいんですよ。で、自分の子供は祖国に置いてきてですね、2年に1回しか会えないらしいんですよね。で、最終的にもう何十年か経ってからですね、祖国に戻った時には一軒家が建つそうです。で、その間ですね、仕送りとかも一生懸命やっているようでですね、いろいろと考えさせられましたよね。で、この後はですね、メイドさんたちが買い物に来たりする、少し安めのものが置いてあるお店をですね、ちょっとだけ映して見てもらおうかと思います。こちらがですね、IFC モールというところです。いや、でも本当、香港ってこういうショッピングモールが多いですね。はい、でここですね、馬車コーヒーというですね、モロッコ発祥のですね、お店があったんですね。なんかもう店内こう中見るとちょっとなんか異彩放ってますよ。なんか違うなってそんな風に思いました。で、ここですね、この食べ物とかパンとかですね、注文してコーヒーと一緒にこうプレートに乗せてもらった形でですね、食べることができます。こんな感じですね。そしてその後ですね、フェリーに乗ったんですけども、今これね、フェリー乗り場に向かっているところです。デイ2の夕食はですね、家でお鍋をやってくれました。はい、この映像からデイ3になるんですけれども、シャムスイポーというところに来ております。ここ結構出店とかあったりするんですけれども、天気がね、ちょうど台風の子犬っていうのが近づいてきた時のだったので、全然店ってなかったですね。出店っぽいところはなかったです。で、ここ肉屋さんなんですけども、なんとカエルが置いてありましたね。はい、でですね、こちらの、辛い、麺料理が食べられるところですね。こちらに連れてきてもらいました。このお店自体はですね、何店舗かあるみたいですね。で、お店もなんかこう広々していてとっても良かったです。で、このレモンティーがすごい美味しかったですね。デイ1の時のミルクティーも美味しかったんですけども、飲み物は本当美味しかったですね。で、こちらがですね、いわゆるよだれ鶏のものなんですけれども、辛くて、で、結構ね、塩味が強い感じがあって、とってもこれ美味しかったですね。もう本当に美味しかったです。今思い出したけど、また食べたい。そんな風に思います。は
はい。で、こちらがですね、サンラーフェンというものなんですけども、これがね、本当に美味しかったですね。で、辛いんですけれども、こうちょっと酸味とか酸っぱさがあって、とても美味しいです。で、麺がですね、ほんとツルツルもちもちしたような麺で、なんかお芋を使った麺みたいなんですけれども、これがね、コシがあってですね、とにかくね、本当に美味しかったです。で、すごい辛いんですよ。辛いんだけど、本当にね、味も本当に良かったです。で、このですね、ナッツ、カシューナッツかなんかのこのね、うまく合うんですよね。そして先ほどのレモンティーがもう、なんだろう、こう神様のような感じで助けてくれるっていう、これはね、最高でしたね。香港次行ったら絶対ここの店また行きたいです。辛い麺を食べた後はですね、香港の伝統的なお豆腐のスイーツのお店に行きました。こちらのお店はですね、1893年創業のようで、もう130年くらい歴史があるんですね。すごいですね。こちらはですね、蝶の粉って書いてありますけども、蝶を粉にしたわけではなくてですね、米粉を使ったものです。で、スナック感覚で食べるんですけども、まあ、なかなかな味でしたね。はい、こちらがですね、温かいお豆腐なんですけれども、まあ、スイーツ感覚でちょっとね、ほんのり甘い感じはしたんですけれども、さらにね、甘くしたかったらですね、この、オレンジのお砂糖を入れて食べるんですね。で、あんまりこういう食べ方って日本にはないと思うので、ちょっとこう新鮮な気持ちで食べられました。私結構お豆腐好きだから、とても美味しかったですね。で、こちらはですね、ジンジャーシロップをかかったですね、豆腐のアイスクリームです。この後はですね、カオルンにあるウォンタイシンに行ったんですけども、ちょうどね、台風の子犬が来ているタイミングだったので、午前中で閉まってしまっていたんですね。なので、またいつか来た時にですね、もう一回訪れたいと思いました。夜になりまして、カオルン駅の中にあるエレメンツというショッピングモールの中にあるレイガーデンという、ちょっとね、高級な中華のお店に連れてきてもらいました。これは何ですか？香港滞在の最終日となりました。午前中はですね、家の近くで食事をして、午後ですね、空港に来たと、そんな感じです。で、食べ物中心の動画となってしまってはいたんですけれども、まあ、行ったところ、その先々がですね、本当に楽しくてですね、こんなに楽しいところがですね、5時間弱で行けるんだったらまた行きたいなと、そんな風に思いました。月刊すみチャンネル初めてのですね、海外の動画となりましたが、いかがだったでしょうか。それではまたお会いしましょう。バイバイ。